皆さんこんばんは、宇野と言います。ブレワイとスカイウォードソードの共通の小ネタを集めてみました。この動画はブレスオブザワイルドはプレイ済みだけどスカイウォードソードはやったことがないという方向けに作りました。ネタバレを完全に排除したこれらを知ってるとスカイウォードソードを10倍くらい楽しめるブレワイとスカイウォードの共通の小ネタを集めてみました。全てではなく類似するものは省いています。このチャンネルでは薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。忘れ去られた神殿、ブレスオブザワイルドの北西の方の谷に埋もれている神殿です。この神殿は謎に包まれていますが、ブレワイの設定資料集マスターワークスにはハイラル王家にまつわる歴史や歴代の勇者たちの記録を後世に残す目的で建立された建造物と書いてあります。スカイウォードソードには封印の神殿という名前の神殿が登場するんですが、その神殿のあちこちにある衣装がこの神殿にも描かれています。しかし関連は不明なんですよね。受け継がれる腕輪、ゼルダ姫が腕につけている腕輪はスカイウォードソードのゼルダがお話が進むとつけるようになるもので、つまりはスカイウォードソードが元ネタなんです。力の泉、アッカレ地方には力の泉という名前の泉がありますよね。あれととてもよく似た作りの展望の泉というものがスカイウォードソードの序盤にも登場します。これだけ似た見た目になっているものの関連は不明です。コロット、これはスカイウォードソードに登場するある場所の警備をしているコロットという敵キャラクターなんですが、どこかで見たことありませんか？コログ族を見つけるための謎解きで登場する風船の元ネタだと思われます。関連は分かっていません。多種多様な種族、ブレスオブザワイルドにはゾーラ族、リト族、ゲルド族、コログ族など多種多様な種族が登場しますが、スカイウォードソードにはゾーラ族は登場しません。リト族もゲルド族も登場しません。コログ族もいません。スカイウォードソードは現在発売されているゼルダゲームの中で最も古い時代のお話であり、どのゼルダゲームよりもはるかに新しい時代のブレスオブザワイルドとは対照的なゲームと言えます。なので先ほど挙げた種族たちは登場しないんですが、代わりにその時代その環境に合わせた原始的な種族たちが暮らしています。水の中で暮らすパラケ族、森でのんきに暮らすキュイ族、火山地帯で穴を掘って暮らすモグマ族など、見た目も生活もとても個性的です。時系列ざっくり、もしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが、ゼルダの伝説シリーズには3つの世界線が並行して同時に存在していると言われています。なぜ3つなのかというと、時のオカリナという作品は7年の時を超えているんですけど、ラスボスとの戦いの結果で3つに分かれてしまったんです。その分かれた先のお話が、1つは神々のトライフォースへ、また1つは風のタクトへ、もう1つはトワイライトプリンセスへと続きます。そして詳しく明かされていませんが、そのどれかの世界線の最も未来のお話がブレスオブザワイルドだとシリーズプロデューサーの青沼さんがインタビューで答えていました。ファイ、写しへの記憶13でマスターソードが音を出しながら光りますよね。覚えていますでしょうか？そしてゼルダと会話ができていてリンクを助けようとしてくれています。これは他の写しへの記憶でゼルダがあなたと言っている剣の精霊ファイという存在です。スカイウォードソードでは序盤で主人公リンクの前に現れて、その先ずっと導いてくれます。いわば相棒なんですね。マスターソード、ファイのことを話したのでついでにこちらについてもお話しします。詳しくは話せないんですけど、主人公リンクは女神から授かった女神の剣を様々な試練を乗り越えてマスターソードへと成長させます。先日の任天堂ダイレクトで青沼さんもおっしゃってた通り、スカイウォードソードはマスターソード誕生の物語なんです。ブレスオブザワイルドではマスターソードは使っているとすぐにボロボロになって続編の作中で消えてしまうんじゃないかとすら思ってしまいます。
。ブレワイのマスターソードをおじいちゃんとするなら、スカイウォードのマスターソードは生まれたての赤ちゃんと言えますかね。実は他にもスカイウォードソードとブレスオブザワイルドを結びつけるものはあるんですが、それはまた今度別の機会にお話ししましょうかね。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。